皆様ごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。私は第11回国民的美魔女コンテストグランプリの小谷清子、43カラットです。本日のテーマはアトピー肌改善、美魔女の綺麗になる作り置き10品をご紹介していきます。それでは早速始めていきましょう。レッツ美魔女。では1つ目のお料理です。1つ目はキャロットラベ、人参のサラダを作っていきたいと思います。使うのは人参と大葉、スーパーで売ってるもの、これ2束ですね。あとはシーチキンの缶詰1つと、調味料は、お酢、これはいつも米酢を使ってます。米酢とお醤油とお砂糖を少し、これは、だいたい茶色いお砂糖を使っているんですけれども、これはサトウキビとか天才糖とかそういったものを使っていきます。じゃあ早速作っていきたいと思います。ピーラーでもうちょっとすでに剥いたものを用意してるんですけど、ピーラーで剥いた薄さが一番食感がいい気がします。で、ポイントはシソですね。大葉をたくさん入れること。大葉っていうのは抗酸化作用があるので、体のサビを外に出してくれるっていう役割があります。なので大葉は1束で8枚くらいかな、入ってるものを2つたっぷり使っていきます。この人参に少しお塩をね、まぶしていきます。すごい小さい3つまみ4つまみぐらいですね。でこれをしっかりギュッて揉み込むようにして、上から押さえるようにしてちょっと握る感じでいいです。これで OK です。で、この間にしそをね、切っていきたいと思います。ポイントはですね、千切りにしていくんですけど、まずこの縦半分に切ってください。このまま切っちゃうと箸で取るときに長いのが絡まって食べづらいので、縦1/2に切っていきます。でここからもひたすら細かく千切りです。しそは本当にたくさんあればあるほど美味しいんですけど、多い時だと3束ぐらい入れますね。でもそんなに嫌な感じもなく。でこれもうね、結構いいかなと思うんですけど、今度汁気をね、ギュッと絞っていきます。ギュッと汁を絞っていくんですけど、この汁は捨てないでください。使います。違うボウルに入れておきます。でこんな感じですね。でここに、ツナ缶、シーチキンですね。これ、オイル漬けのものを1つ入れていきます。水煮缶もあるんですけど、オイル缶の方がいいですね。で次にお酢を入れるんですけど、今日は米酢を使っていきますが、米酢がちょっときついなと思う方はすし酢なんかをね、使うと便利です。でこれはもうドボドボっと入れてください。量はね、いつも測らないんだけど 50cc ぐらいですかね。でお醤油は本当にもう1かけさっと、もう塩で少し味がついているので、これで少し混ぜちゃってください。で味付けのポイントはお砂糖か蜂蜜を少しだけ入れることです。少し甘みを入れてあげると味がぐっと引き立ちます。でこれで最後にこの刻んだしそたっぷり入れて混ぜたらもう完成です。簡単でしょ。でこの絞った人参汁は捨てるともったいないので、栄養たっぷり入ってるので、サラダを食べるときにドレッシングと一緒に混ぜて使ってください。人参はベータカロチンっていう栄養がね、たくさん豊富にあることは皆様ご存知だと思うんですけど、アトピー肌の人って基本はやっぱり乾燥肌なんですよね。なので内側から潤してあげることと血を巡らせてあげることが非常に大事です。なので野菜からのビタミンは積極的に取った方がいいです。ビタミン C とかね、 D とか A とかいろいろあるんですけど、こういう感じですね。これ本当におしゃれな副菜です。これで1品完成です。ちょっとね、これ味をなじませておくために冷蔵庫に入れておきたいと思います。続いては2品目作っていきたいと思います。もうこれはね、めちゃくちゃ簡単です。ただ切って混ぜるだけです。
準備するものはめかぶ、これ味付けをしてないめかぶと、オクラですね。これは茹でてないです、生です。あとはアボカド1個です。でこれはどういう風に肌にいいかっていうと、まずこのめかぶとかオクラってネバネバしてますよね。このネバネバが体の中に水分を閉じ込めるっていう働きをしてくれるんです。なので山芋とかもそうですけど、こういうネバネバ製品、乾燥肌、アトピー肌の人は積極的にとってください。であとは海藻っていうのが超きれいにしてくれるので、やっぱり腸内環境がきれいな人っていうのは肌もきれいです。もうこれは1日1パックは必ずとってましたね。じゃあ早速、これ作っていきたいと思います。まずはね、オクラからですね。これは火を通していないです。生だとちょっとガシガシするので、なるべく薄く切ってあげてください。今日はこの、3つの食材なんですけど、私がたまにやるのは、納豆をねこれに混ぜたりとか食べるときに、でそこにお刺身用のイカとかをね買ってきたりとかしています。でポイントはですね、先にこのネバネバするもの、めかぶとオクラですね、これを混ぜておくことです。でアボカドで、この種の周りについてる薄い実あるじゃないですか。もうここもしっかりスプーンでそぎ取って使ってみてください。でここからさらにしっかり絡めてあげます。本当に森のバター、アボカドと肌の水分を体の中にギュッと閉じ込めてくれるこのめかぶとオクラですね。これは本当に最強です。味付けはこのついている付属のタレか白だしですね。もうこうやって売ってる市販のものです。あとはお醤油ですね。お醤油、私は白だしかこの付属のタレで食べることが多いです。これで1品完成です。はい、続いて3品目のお料理です。3品目は、この切り干し大根を使って切り干し大根のサラダを作っていきたいと思います。材料は、こちら切り干し大根と、これは乾燥ひじきです。あと、ツナ缶1缶ときゅうり2本、だいたいきゅうり1本でも大丈夫です。で味付けはこの白だしの素と、これカレー粉パウダーですね。これを使っていきます。ひじきもね非常に鉄分とかミネラル豊富なのでまめに摂るといいですね。であとは、使っていく野菜、ちょっとこちらをねカットしていきましょう。厚さは適当です。もう5ミリ幅ぐらいでしょうか。たまにちょっと太いのもあるんですけど、少し分厚めに切った方が美味しいです。これも後で、塩もみをしていきます。きゅうりはね塩もみすると歯ごたえが抜群に良くなるので。でこれはなんで、お肌にいいかっていうと、まず大根って根菜です。体を温める食べ物です。人参とかあとお芋とか玉ねぎもそうですけど、体を温めるということは血を巡らせてくれる食べ物になります。アトピー乾燥肌の人がなんで血を巡らせることが大事かっていうと、食べ物の栄養っていうのは血液によって全身の中に届けられるんですよね。なので体が冷えているとか血の巡りが悪いと栄養が届かないので、例えば分かりやすいのは手の先がカサカサするとか、そういったことが起きてきます。もうこれはねこのままこっちに、混ぜちゃいます。で、これは少しお塩をまぶします。これ塩はね本当に何でもいいんですけど、例えば少し美肌を意識するのであれば、使いやすいのはねこういったものがピンクソルトとか売ってるんですけど、こういうのガリガリやるのでいいと思うんですけど、私がねこれ使ってるのはヌチマースっていうお塩です。これは、マグネシウムの量がとっても多いんですね。他のお塩とちょっと比にならないぐらい多いので、マグネシウムっていうのは例えば筋肉がつりやすい人とかにもすごくいいんですけれども、マグネシウムが不足すると頭痛が起きやすいとか、私はいつもこのいいお塩で取るようにしています。で、シーチキン、これもオイルが入ってるので、他にはもうオリーブオイルとかそういったものを使っていかないです。でこうやってもうしっかりで、これは作りたてもいいんですけど、次の日翌日の方がより美味しいです。ポイントは味付けする時にも、これきゅうりは塩がね少しまぶしてあるので大丈夫なんですけど、
きゅうりを混ぜてから、味をつけるんじゃなくて、この状態、大根とこのシーチキンとひじき、この状態の時に白だしとカレー粉を入れてください。分量はだいたいこれで1杯分ぐらいですね。これぐらいをかけていきます。でカレー粉、これも入れなくても美味しいんですけど、入れるとねちょっと食欲が湧いてくる味になるので、私はカレー粉を入れるともう本当にお箸が止まらない。でこれ結構混ぜにくいので、もし混ぜにくいなとかお箸で取りにくいなと思ったら、もうこれハサミでジョキジョキ切って短くしてあげてください。であとはこのきゅうりですね、もう少し水分が出てきてるのが分かるので、もう絞ってそのままこっちに移していきます。でこれ最後混ぜていきます。もうこれきゅうりは塩味が少しついてるので、ちょっと味薄いんじゃないかなと思うぐらいでちょうどいいです。はい、ではこちらできました切り干し大根とひじききゅうりのサラダです。はい、では4つ目のお料理です。4つ目のお料理はこれはね毎日食べているサラダなんですけれども、今日はルッコラ、すごいね元気なルッコラがあったので、ルッコラとこれクレソンですね。あとはこの鮭を焼いたものを準備していきます。これはもう季節によって例えば、ケールにすることが多いんですけど、今の時期ちょっとケールがあんまりないので、この時期は小松菜とかルッコラに代用することが多いです。ルッコラもさっきのしそと同じで抗酸化作用が非常に高い、野菜と言われているので、私は見つけたら積極的に取るようにしています。でこうやってボンボンってもう入れていくだけですね。だいたいこれだと3日ぐらいですかね、3日分ぐらい。こうやって水が切れるようになってると野菜が水につかないので腐るっていうこともないので、これはねすごくおすすめです。でこのサラダを食べる時にさっき、人参のラペ、キャロットラペを作った時のこの絞り汁ですね、これをドレッシングに混ぜていただきます。でも鮭はこの身の方に塩をガーッと振っていきます。かけすぎるとドレッシングとかもねかけたりするのでまたしょっぱくなっちゃうので、こんなもんでいいです。でオリーブオイルですね。で皮目の方から焼くとパリッとするのでとっても美味しく仕上がります。じゃあこれ実際に焼いていきたいと思います。で皮の方を下にしたら一回もう蓋をしちゃいます。サーモンってすごく油が焼いてる途中で出てくるので油がすごい跳ねるんですよ。なのでもう私はこの初めから蓋をして蒸し焼きみたいにしてしまいます。鮭に限らずなんですけど油がめちゃくちゃ跳ねるじゃないですか。それがちょっと嫌だわっていう人はこの食材の上にこのキッチンペーパーをポイッと乗せてあげると油があんまり跳ねないです。で、おっとっとっと火が通ったなと思ったら、ひっくり返しますが、ちょっとひっくり返せるかな、上手に。油がね、本当によく跳ねるので、こんな感じですね。で、また蓋をして蒸し焼きにしていきます。もう皮ごとこれは食べてください。皮もね、カリッとして美味しいです。アトピーの方ってね、基本的にはやはり乾燥肌なので、肌に水分をとどめておくことが苦手です。で、オイルも積極的に取った方がいいんですけど、オメガ3とかいろんなものがあるんですが、取りやすいものがいいので、私は特にこだわっていません。オリーブオイルであったりとか、あとはこの魚ですね。魚だったらサーモン食べることが多いです。サーモンっていうのはこの赤い色に抗酸化作用がすごくたくさんあるって言われているので、この体のサビを取ってくれるっていう役割があります。いい感じですね。でこれはちょっと味付け足りないかなぐらいで十分です。でこれはもうそろそろいいかなと思ったら、このまんま置いておいて、余熱で火を通してください。で冷めてからタッパーに入れていきます。
続いて5品目のお料理です。次に作っていくのは、手羽中の紅茶煮です。でこれは本当にねよく食べるんですけどめちゃくちゃ簡単です。今日は手羽中を使っていくんですけど、手羽元でもいいですし手羽先でもいいですし、その日にお得に買える骨付きのお肉を準備してみてください。で味付けはとてもシンプルです。お醤油とお塩だけです。これに少しだしなんかを入れるとより美味しくなるんですけれども、私はいつもこの塩と醤油だけで作っていきます。でこれもゆで卵に準備したものがあるんですけど、最後これを漬け込んでおくと、翌日とかに食べると美味しいので、煮卵みたいな感じですね。卵も入れていきます。で、先に今日は、お肉を焼いていきたいと思います。皮目の方から焼くとね色がつくので美味しそうです。でこれのいいところは本当にほったらかしなんです。もうさっと焼き目をつけたら、あとは横で、今お湯をね沸かしてるんですけど、お湯を入れてこの紅茶を入れる。で大体、500ml のお湯に対して私はこのお湯、ティーバッグ2つぐらいですね、使っていきます。で紅茶は基本的には何でもいいんですけど、私はこのアールグレイがとても好きです。他の紅茶で作るよりもちょっと柑橘系のような深い香りがするので。じゃあこれ沸かしたお湯ですね。たらのお湯です。これをお鍋に入れていきます。ひたひたに浸るぐらい、お肉が隠れるぐらいですね。でそこにこの紅茶を2つ入れていきます。で時間でいうと手羽中だったらもう10分ぐらいで十分です。で、味付けなんですけど、お醤油とお塩は1対1ぐらいで入れていきます。で、この卵はもうこの火を止めてから最後保存する時に足してあげてください。で例えば私のおすすめの食べ方はこれクコの実なんですけど、こういうのをこの中に落としていただいてもいいと思います。普通に中華食材のお店に行くとあるんですけど、このままだともうカッチカチなんですけど、スープの中に入れるとふやけてくるので、最後お肉と一緒に食べても美味しいです。ちょっとこれぐらいに入れていきたいと思います。こういう感じでグツグツ煮立ってるんですけど、これを10分ぐらい、もうちょっと火を通していきたいと思います。では続いて6品目のお料理です。6品目はこちらスペアリブを使って、バルサミコ酢煮を作っていきたいと思います。これはもう普通の豚の、スペアリブですね。であとは、使うものはニンニク1かけです。で調味料なんですけど、甘みはこちら蜂蜜を使っていきます。あとお醤油、これはハインツのトマトケチャップですね。ハインツのトマトケチャップはこの中にニンニクとか香辛料が入っているのでちょっとスパイシーで美味しいです。であとはバルサミコ酢ですね。これを使っていきます。ではまずですね、この風味付けに使うニンニクなんですけど、半分に切ったらこの中の芽を取っちゃいます。でお肉もこれも入れていっちゃうんですが、お鍋の底にきれいにつける感じで大丈夫です。これもそんな焼き色つけようと思わなくて大丈夫です。豚肉はね、肌の潤いにすごく効果のある食材なので、乾燥肌の方とか私みたいにアトピー体質の人とか積極的に食べるとおすすめです。でちょっと柔らかくしたいので、ここにお湯を入れて煮込んでいきます。でちょっと蓋をして蒸し焼きにしていきたいと思います。で、これを10分ぐらい火を通した後に、これをそれぞれ入れていくんですけれども、私はねいつも調味料測らないんですね。目分量で入れていくので、お醤油が2に対してあとの残りが、半分の量ずつぐらいですね。でちょっと味付けがしっかり塩気が効いているのが、好きな人はこのケチャップを多めに入れてください。でお子様とか甘みが強いのが好きな方は、この蜂蜜を多めに入れてください。で酸味と深み、これバルサミコ酢はもう好きなだけ入れていただいてもいいので、
この味が嫌いでなければお醤油と同じ分量入れてしまってもいいと思います。でこちらは、少し煮込んで味付けをして最後完成としていきたいと思います。仕上がりを楽しみにお待ちください。続いて7品目のお料理は豚肉のネギ梅干ししゃぶしゃぶです。使っていくものはこちら豚肉のしゃぶしゃぶ肉です。これは今日はもも肉を使っていきます。脂身が少ない部分ですね。であと梅干し2個です。で梅干しは本当にお塩だけで使ったものを使うと美味しいです。あとはネギですね。ネギはお好みでいいんですが、今日の量だと1本ぐらいでいいかと思います。まず切っていきますね。で味付けはこれなんと白だし1本です。白だしと、梅干しだけですね。で食べる時のお好みで、柚子胡椒を入れたりもしていきます。でこれネギなんですが、ちょっとね普通のお鍋とは違うネギの切り方です。普通ねこうやって斜めに切っていく形が多いと思うんですけど、まず縦半分に切ってそこから斜めに切っていきます。この包丁の先っぽをね使うようにするとうまくできます。アトピーの方、乾燥肌の方っていうのは、体を内側から温めて潤う力をアップするっていうのと、あとはその血を巡らすっていうことがすごく重要になってきます。でそこで、豚肉とあとこのネギっていうのも体をね温めてくれます。梅干しっていうのはすごくうまみ成分も多いんですけど、この味付けがね本当に白だしと梅干しだけっていうのが美味しいんです。普通にお鍋するときはポン酢つけたりとかごまだれつけたりっていうのがあるんですけど、これだと本当に永遠にお野菜が食べ続けられるぐらい美味しいです。種を取って叩いていきます。でこれ普通に面倒くさければお水の中でぐちゅってこう潰してもいいんですけど、そうすると皮がこうやって大きく残るんですよね。なので面倒だけど包丁で叩いた方が美味しくできます。でこれを最初にお鍋の中に入れていきます。今お鍋にあるお湯は1センチぐらいです。普通のしゃぶしゃぶとかする時よりもかなり少なめですね。でこれを少し溶かしていきます。でそこに、これを入れていきます。この量はどうでしょうね。どれぐらいでしょう。お好みで大体いいんですけど、大さじ1杯半ぐらいですかね。で足りなかったら足すようにしてください。かなり、スープの量は少ないです。でここに先におネギを入れていきます。でこれで、ちょっと置いていきます。でまだちょっとネギが半生ぐらいかなっていう感じではあるんですが、この上にお肉を乗せていきます。少しねお出汁でほぐしてあげるような感じで入れるといいです。でちょっと今こんな感じでかなり汁が少ないんじゃないかと思うかもしれないんですが、ネギからもね少し水分出てくるので、これでいい感じになると思います。で、あんまり火を通しすぎるとお肉硬くなっちゃうので、もうお肉火が通ってきたなと思ったら火を止めて、あとは余熱で火をしっかり通し切ってください。豚肉なのでねレアで食べないように。はい、できました。こちらですね。でこちらもちょっと冷まして味を染み込ませたら完成です。はい、では続いて8品目のお料理です。次はこちらですね。この材料を使って豚ひき肉とえのきなすの肉味噌を作っていきたいと思います。もうこれもレモン風味でさっぱりしてとっても美味しいです。このピーマンはどうやって使うかっていうと、これはピーマン縦に半分に切って種をくり抜いて、この肉味噌をのせながら食べるというので使います。で味付けはとってもシンプル。こちらの鶏ガラスープの素と、あとはこのオイスターソースですね。でこちらのレモンです。まずこちらですね。この豚ひき肉を先に入れていきます。これは豚
100ですね。牛とか混ざってないです。でその間に、まずこのえのきですね。えのきを切っていきましょう。えのきはだいたいもうこの1センチ角ぐらいですね。小さめに切っていってください。こちらですね。きのこっていうのは水溶性の食物繊維です。食物繊維っていうのは水溶性と、水溶性じゃないもの2つあるんですが、このきのこに含まれる水溶性の食物繊維っていうのが、腸の中をきれいにしてくれるので、便秘の方なんかにはおすすめです。最近腸活という言葉もありますけど、アトピー乾燥肌の方は腸内環境を整えるのも大事なので、きのこも適切に取ってください。で、この間に今度ナスを切っていきます。ナスは、ちょっともったいないんですけど、皮をね少し剥いていきます。全部剥いていただいてもいいんですが、少し口当たりを良くするために皮を剥いていってください。ナスはこの肉汁とか油をね吸ってくれるので、ぜひあったら入れてください。で、ピーマンなんですけど、このヘタの部分ですね、ここ別に気になる方はこうやって取っていただいて大丈夫なんですけど、私は割とフレッシュだったら食べちゃいます。で、味付けはですね、この鶏ガラ、もうこれ無添加のものなんですけど、アトピーの人に限らずですけど、やっぱりこれ食べ物で肌が変わると私は思っています。ただこれ1年2年で本当に変わるかと言われたらすごく難しいところで、調味料これ適当の量です。やっぱり私も高校生ぐらいから食事改善をし始めて、現在に至るまでずっと気をつけているんですよね。でもパンも好きですし、パスタも大好き、ラーメンも好き、お砂糖も大好きってなった中で、全く食べないっていうことではなくて、家では極力気をつける。外に出て誰かと食事をしたりするときは思いっきり楽しむっていう、そのメリハリで食事を気をつけています。なのでもう夜はほとんど野菜メインで、お肉は豚肉と鶏肉ですね。で、魚だったら鮭、サーモンが多いかな。はい、こちらで完成です。ちょっとナスまだ火が甘いかな、通りが甘いかなと思うかもしれないんですけど、意外と通ってます。で、シャキシャキしてて美味しいです。はい、ということで10品が完成しました。パチパチパチ。今回のポイントは抗酸化作用の高い食品を多く使うということと、あとは体の内側から潤いを持たせてくれる食品を使うことで、3つ目はタンパク質をしっかりとる。タンパク質がアミノ酸に分解されて体の中に吸収されて肌や筋肉になっていくので、こういった豚肉とか鶏肉、鮭、動物性のタンパク質を積極的に摂るというメニューを意識して食べています。あとは腸内環境を整えるということが非常に重要なので、メカブとかひじきとか海藻類、あとは根菜類ですね、こういったものをしっかり摂るようにしています。そして、ちょっと作っている動画はないんですけれども、これは春菊とりんご、レモンのサラダになります。これも抗酸化作用が非常に高いんですけれども、とにかくビタミンをサプリではなく野菜から摂るということも、一つポイントにしています。そして蜂蜜レモン、これは肺を潤わせてくれる、ドリンクですね。紅茶に入れたりソーダで割ったりお水で割ったりするんですけれども、とにかくアトピーの方とか乾燥肌の方たちは内側から潤わす、そして血を巡らせる。血を巡らせることで肌の隅々、表面のところまでしっかり栄養を届けるということがしっとりしたお肌作り、綺麗なお肌作りに欠かせないポイントになると思うので、潤うっていうのと血を巡らせるというのがポイントのお料理になっています。ぜひ、作ってみたいなと思った方はチャレンジしてみてください。そしてこの動画いいねと思った方はフォローといいねボタンお願いいたします。これからも頑張りますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。またね。